三鷹でノルンという美容室をやってます。生え抜きと申します。よろしくお願いします。お店のコンセプトは妻と2人でやってるんですけど、僕がもともと代官山と表参道の美容室で働いてたのと、妻が表参道のお店で働いてたっていうのがあって、三鷹からだとそっちの表参道とか遠いからそこまでは行きづらいなっていう方がもう少し来やすいような空間作りっていうところをコンセプトとして掲げてます。僕自身はその中でもショートボブっていうスタイルをしっかり切れるようには学んできてます。来てくれるお客さんは近隣の方々が結構多くなってきていて、三鷹っぽくない感じのお店だなっていうところから、住んでる方ファミリー層とかご夫婦の方が多いので、その中で旦那さんもしくは奥様どちらかが先にいらっしゃって、その後にどちらかを紹介してくれてっていうご夫婦で来てくれる方、そういったお客様が多いような感じですね。休日は自分趣味がサーフィンなので、中学の時の知人と3人で千葉北の方なんですけど戸建てを借りていて、そこをサーフハウスとして使ってるので、海まで車で5分ぐらいなんで、基本的にはそこを拠点に月に2回ぐらいですねサーフィンをしに行って、夏場もそうだし冬場も自分たちはお正月とかもサーフィン乗り納めして乗り始めしてっていう形で年越し年明けそこで過ごすっていうのがここ数年ルーティンになってるというか、リフレッシュっていうのをしてますね。今も楽しくてしょうがないです。カメラが趣味でやってるんで、一眼もそうだし、あと最近妻が多いのだとフィルムカメラにハマってるみたいで、フィルムカメラってフィルム自体でも色合いが結構現像した時に変わるみたいで、それがやっぱ面白いって言って、今日このメーカーのフィルムにしてみようかなとか、そういうところでいろいろ楽しんでるみたいで、あとはそのグリーン探しに行ったりとか、自分がコーヒー好きなのがあるんでコーヒーが美味しいお店行ってみたりとか、食べ物美味しいお店探してみたりとか、そういうような形で過ごしてます。三鷹に出した理由なんですけども、最初は23区内に出そうと思ってたんですけど、三鷹がたまたまここのテナントが出てきて、三鷹は今まで来たこともなかったし、正直なところ気にはなっていたけど遠くなっちゃうかなっていうイメージがあったんですけど、調べてみたら渋谷から30分ぐらいで行けるので、今までのお客様にもそこまで負担にはなんないかなっていうところが分かったっていうのと、あとは住宅街に出すっていうのはもともと23区内でもずっとそれは希望して探していたので、その中で三鷹のこのエリアっていうのはまさに住宅街でファミリー層が多くて、地域で密着できるっていうところから、ここだったらいけるかなっていうところが確信に変わったので、この土地に出すことに決めました。内装はギャラリーをイメージして店内をデザインしてもらってます。あとは男性っぽくなりすぎないように曲線を多く使ってくださいっていうことを伝えていて、なので鏡だったりとかそういうところにも曲線を多く取り入れてもらって、女性が居心地がいいような空間っていうのを作ってもらったし、トイレにはかなりこだわっていて、もともとバックルームをトイレがあるスペースに作るっていう話がデザイナーが出てたんですけど、そうするとバックルームは広いんだけどトイレが狭いっていうような状況だったので、バックルーム狭くなってもいいからトイレをとりあえず広くしてほしいっていうところ、女性はやっぱりトイレって気にする人が多いっていうことを知っていたので、2畳近くはトイレはあるんですけど、トイレにもこだわりを持って作ってもらいました。シャンプー台が個室っぽいような空間っていうのを設けたいっていうのがあったので、それ妻も言ってたんですけど、通常美容室ってシャンプー台がこう2台並列して並んでるパターンが多いと思うんですけど、それだとやっぱり隣のお客様の会話とかがやっぱ気になるので、それはちょっと避けたいなっていうところから、けど個室にするには正直ここの坪数だと難しいのでってなった時に、向かい合わせというか横並びをこう縦並びに持っていくっていうようなやり方を作ってもらいました。そうすることで、お客様のそれぞれ、シャンプーが重なった時に会話が気にならないとか、そういったちょっと個室っぽい空間を作ってもらうようにしてこだわってます。店内の絵があるんですけど、メインになる絵が4ヶ月に一度絵を変えていて、来たお客様が毎回その違う
絵を見て気分を変えてもらったりとか、ちょっとこう、ギャラリーをイメージしてるっていうのもあって、そういう絵にもちょっとこだわって考えています。あとは待合の椅子なんですけど、ジャンヌレっていうアーティストの椅子があるんですけど、それのリプロダクト品って言われるものがいっぱいいろいろ出てるんですけど、ローチェストっていう形で待っていただいてる間でも普通の椅子と違ってローチェストなんで、後ろに寄りかかった時に座り心地が良くてゆったりと待ってもらえるような椅子を選んでます。あとはウェイティングのところにある陶器でできた庭とかに埋まってるような本当は椅子なんですけど、それを机としてうちは使ってます。それはハイストっていう週に1回しか開かない黒町にあるお店があるんですけど、ちょっとした椅子としても使えるけど、うちだとウェイティングの時ちょっと物を置くようなローテーブルっていうような形で置いてます。お店のビジョンはこういう住宅街に出した商店街に出してるんで、その地域の方々とのつながりっていうのを大切にしたいなと思っているので、周りのお店の方々だったりとか、あと近隣の住民の方々に愛されるようなお店作りっていうのを考えてます。おすすめのお店はロワンズコーヒーっていうのがこのうちからもう数分のところにあるんですけど、そこにしょっちゅう行っていて、こだわったお店作りとオリジナルの豆だったりとかっていうのを作ってるお店で、すごく雰囲気もいいし、コーヒー好きだったらもうぜひ一度行っていただきたいんですけど、ノル来たついでとかに寄ってもらえると楽しいんじゃないかなと、思います。今後はこの間もイベント初めてやったんですけど、そこのロワンズコーヒーで働いてるバイトの子が売ってるスコーンをここで販売したりとか、あとは妻のいとこのカメラマンの写真をギャラリー風に展示したりとかっていうイベントを前回やったんですけど、それいうのも今後またちょっと継続してやりたくて、そういういろんなコミュニティから広がっていって、このお店でそういったことが休みの日とかに使ってできるんであれば、それによってそこにお客様が集まって活気づくんであれば、この商店会の活気づくりにもなるし、そういうのは続けて並行してやっていきたいなと思ってます。他ではちょっと真似できないような接客というかサービスを心がけていて、一人にかける時間をすごく長く使っていて、必要ないぐらい長くしてるわけではなくて、例えばトリートメント一つにしても一つの技術なんで10分ぐらいで終わらせてしまうようなところを30分ぐらいかけてやっぱりしっかりやることで、トリートメントもちゃんとやればやるほど効果としてやっぱり出るので、それはやっててやっぱり改めて実感するので、カラーもパーマもあとシャンプーにしてもそうですけど、しっかりとした時間を作ってやっています。ちょっと場所が駅からは離れたりとかはするんですけど、その間に面白いお店もちょこちょこあるので、楽しみながらノルにたどり着いてもらって、そこでも非日常な空間を過ごしながら、疲れてる方であれば疲れを癒しながらとか、気分を変えたい方だったりとか、そういう方がゆっくり過ごせていけるようなサロン作りっていうのを心がけてるので、ぜひお待ちしてます。